皆さんこんにちは。写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミでは CP プラス2024ソニーブース井上ステージアーカイブ映像はここをチェックと題して2月末に開催されたカメラと写真のワールドプレミア賞 CP プラス2024のソニーブースでのお話について解説と紹介をしたいと思います。井上が登壇していたステージの一つ、ソニーのステージでは、ソニーの一眼デジカメのアルファの魅力をお話しすることになっていたわけですが、ソニーユーザーだけでなく、野生動物や風景など、ネイチャー撮影をされる皆様にとって楽しいものになっていると思います。皆様愛用のカメラマウントの違いを乗り越えてご覧いただけると嬉しいです。ここで CP プラスというイベントについて簡単にご紹介すると、日本だけでなく世界中の写真や映像のための機材メーカーが、年に一度集まる見本市です。現在は横浜で行われています。各メーカーは新製品やそれぞれの一押しの技術をここで紹介します。こんなイベントに多くの写真愛好家の方々、数万人が集まってワイワイと楽しむイベントなんですね。今年も多くの方々が訪れて話題になっていました。この動画の最後に本編へのリンクが出てきますので、まずはここをチェックということで見ていただいて、それから本編をご覧ください。井上は CP プラスのソニーステージには2018年から登壇をしていて、ソニーの一眼デジカメアルファの魅力やネイチャー撮影の楽しみを皆様にご紹介してきました。今年2024年はカメラの超高画素化が進み、次の段階として超高画素機の小型化、オートフォーカスのさらなる進化したオートフォーカスが APS-C 機にも搭載されたとか、さらには秒間最大120枚の撮影をこなす超高速連写機も誕生しています。また映像を楽しむ方々も数年前に比べるとだいぶ増えてきた印象です。今回のステージでは動物撮影の新時代、一層高性能になったオートフォーカスで写真と映像を楽しもうと題して、こちらの6つのお話を展開しました。本編の動画ではこれらの点に注目いただけると嬉しいです。1つ目がいつもの小狐探し、2つ目に自然撮影入門に最適 α6700、3つ目にリアルタイム認識 AF がすごすぎる、4つ目にまたまた出てきた魅力的なレンズ、5つ目に超高画素機を使うメリット、6つ目にシネマチックネイチャー Vlog、自然映像を楽しもうということでお話をしたいと思います。それぞれを少しだけ詳しく見ておきましょう。まず一つ目がいつもの小狐探し。井上が毎春楽しみにしている小狐たちの誕生。北海道のあちこちに生まれた新しい命。狐家族の素敵な瞬間をそっと見てみましょう。この狐探し、これは毎年皆様にご紹介しているものです。さあ2つ目いきましょう。自然撮影入門に最適ということで α6700 を紹介しています。井上が自然写真にのめり込んだ時から気に入って使っているカメラの一つにソニーの α6000 シリーズがあります。その最新版が α6700。リアルタイム認識 AF という目を見張る素晴らしいオートフォーカスシステムが搭載されています。映像撮影機能も本格的な仕様でとても楽しいものです。でもあまり大きな声で言うとソニーの中の方々に微妙な顔されてしまうので、ここだけの話をすると、このオートフォーカスの機能と画質を吟味するとね、ものすごくコストパフォーマンスが高いんです。それはあまり言うなって言われちゃいますよね。そんな自然撮影の入門用に最適な α6700 の魅力を次に紹介するリアルタイム認識オートフォーカスのお話につなげてお話ししていました。3つ目、リアルタイム認識 AF がすごすぎる。α7R5 に初めて搭載された AI プロセッシングユニットが α6700 にも搭載されました。走る小狐の体や頭、そして瞳にしっかりと追従するリアルタイム認識 AF が取り逃してがっかりするという悲劇を一気に減らしてくれるようになったことをご紹介しています。このリアルタイム認識 AF が動作する様子を映像でも紹介しているというのが今回の注目すべき点です。どんな感じにファインダーの中でリアルタイム認識 AF が動作するのか確認をしてみてください。動物撮影の新時代をここに見ることができると思います。4つ目、またまた出てきた魅力的なレンズ。この1年でソニーからは魅力的なボディやレンズがたくさんリリースされました。
中でもマクロ機能まで搭載された望遠ズームレンズの 70-200mm の G の2型、そして一層高解像なのに小型軽量に成功している 1635、16mm から 35mm の GM レンズの2型、これはとても素敵でした。また今回のステージの登壇の最後の方では 300mmF2.8 の望遠単焦点レンズについても作例とともにご紹介しています。作例の右側に使用した機材を紹介する部分があるのですが、新製品で撮影したものについてはニューと赤い印をつけていますのでご注目ください。5つ目、超高画素機を使うメリット。今ソニーからは α1、α7R5、α7CR といった超高画素機がリリースされています。超高画素機の最大のメリットは大胆なトリミングができること。例えばこの1枚、よく改造していていい感じに見えますよね。でも実はこれだけの大胆なトリミングをしています。さまざまな焦点距離のレンズをいくつも持ち歩かずにトリミングをするという撮り方も気楽で良いかもしれません。ここに新しい写真旅の可能性があるのではというお話をしています。ここでも野生動物や風景など自然写真撮影の新時代を感じていただけるかと思います。6つ目にシネマチックネイチャー Vlog、 自然映像を楽しもうということで、自然写真に加えて自然映像も楽しもうというお話をしています。野生動物たちが生き生きとしている素敵な瞬間の写真を撮ったら、そのまま映像も何秒か撮っておく。そして野生動物たちが生きる土地の実景も映像として少しだけ撮っておいて、それらを数秒ずつ音楽に合わせて撮影時期や季節ごとに並べていくとシネマチックネイチャー Vlog ができるのです。やってみると思ったより難しくなく、結構良い感じにできるよというお話をしています。ちょっと素敵な映像になっているのでぜひお楽しみください。ということでいよいよ本編を見てみましょう。こちらにあるリンクからご覧いただけるようにしています。いつもの写真表現ゼミとは一味違う雰囲気でお楽しみください。ではどうぞ。